こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私、仕事で沼津の方に来ておりまして、今回は自分で心地ホテルさんというホテルを取ったんですね。で、なんで心地ホテルさんにしたかと言いますと、まず作業スペースがすごく広くて仕事がしやすいと。ここからここまでの距離がかなりいい感じで、旅館も広いんですけども、唯一ここ開けての Mac の充電器が刺さらないこう刺さらないっていうところ、こうはできないからこういけないよっていうところだけが難点なんですけれども、これに関してもベッドの脇に刺すことできますから、問題はないです。それも止まった理由なんですけれども、さらなる理由としてやっぱり朝食バイキングがとんでもなくびっくりだそうなんです。僕このホテル泊まったことはあるんですけども、朝食バイキングは初めてでございまして、開始直後に行こうかと思いまして早起きしました。では行きましょう。さあエレベーター降りまして、こちらですね、和ダイニング安吉さん。さあ1周目テンパって何撮っていいのか分かんなくなっちゃって、こんなラインナップになりました。サラダもきっちり取ってありますし、パン取っちゃいましたね。クロワッサンついついで、牛乳なんですけども、アジの干物注文してんのにパン取っちゃってんじゃん。何してんの。いただきます。やっぱ取ってきちゃったよね。ご飯これだよね。うわたまんない。うわうまそう。うわ炭火焼きで食べ放題。うまっ。これやっぱり近くに沼津港があるからこれが実現できてるってことですかね。レンコン挟み揚げね。はい、これもいいね。食べまして、第1弾のデザート的な意味合いのクロワッサン。結局取っちゃうんだよね、クロワッサンって。2周目でございますが、これふきとこんにゃくの煮物かな。でこれはごぼうとレンコンの甘煮、イカフライ、温泉卵からのビーフカレー、そしてサラダにしてみました。本当はこれをこれに行きたいんだよね。ただ最初は普通にオンリーカレーでいきましょう。完璧。ご飯のちょっと硬い食感も完璧。やっぱこれなんですけども、多分これ専用のお出汁に浸ってるんだよね。だからカレーに入れたいけどちょっと違う気がしてきたわ。残念だけどこれは味の天の川だね。ただイカフライカレーは正直ありな感じするよね。卵は無理でしたけども、これはいいんじゃない。ほらこれいやこれは間違いなかった。間違いないね。永井秀和さんもこれ食べたら言うでしょうね。カレーと合うなって。穴の向こうに顎。いいね。甘辛。2周目もペロリでございます。でうますぎるし、もう1周いこうかな。さあそれではラストになりますかね。まずはご飯にわさび漬けを添えてみました。ちょっとバランス大丈夫か分かりませんけども、
実はこっちにカレーもありますから。で今度はカレーのルーにソーセージとスクランブルエッグをトッピングするっていうパターン。あとはパンとフルーツ、ヨーグルトフルーツっていう感じでございます。で牛乳、やっぱりここに来たらね、わさび漬けもぜひ楽しみたいもんね。うまっ、ツンツンくる。でこれも絶対でしょう。でご飯はね、ちょっとわさび漬けに全部取られちゃいましたね。パンが甘くて美味しい。おいしょ。デザート、ごちそうさまでした。というわけで食後のコーヒーは飲まない。なぜならもう一回寝るから。